メンバーの出身地や BTS ゆかりの地、出演番組や MV のロケ地など、彼らにまつわる聖地はたくさんあります。その中から、今回は BTS が過去に訪れたことのある韓国のレストランやカフェを6店舗ご紹介。サインについてもお伝えしますね。BTS が訪れたレストラン。前述したように、メンバーたちが訪れたレストランは BTS の聖地となり、世界中のアーミーたちが聖地巡りをして楽しんでいます。たくさんのファンが絶えず訪れるため、どのお店も BTS のおかげで繁盛しているのだそう。メンバーたちが行ったことのある飲食店は一体どのようなお店なのか、早速見てみましょう。元ソマポソグムクイカンナム店。まずは元ソマポソグムクイカンナム店。芸能人が集まるエリアとして有名なアックジョンにある焼肉店です。2022年8月15日、お店のインスタグラムにジョングクのサインが投稿され、たちまち話題に。サインが書かれた紙には繁盛してくださいというメッセージも書かれており、ジョングクの優しさと可愛さに思わず頬が緩みます。ジョングクが元ソマポソグムクイを訪れた日、ある男性アーミーと肩を組んだツーショット写真が SNS に出回り、こちらも話題になりました。写真に収められているジョングクの可愛い笑顔にキュンキュンします。ファンと写真を撮ることは事務所から止められているのでしょうけど、気さくに肩を組んで満面の笑みを浮かべて写真を撮ってくれるところがサービス精神旺盛なジョングクらしくて素敵ですよね。ちなみに出回っていた写真はこの男性アーミーがご自身でインスタに投稿したものです。一般人ではなくモデルさんなのだとか。 SNS でこの人は誰？俳優さん？背が高くてかっこいい芸能界の後輩かと思ったと騒がれていたのも納得のイケメンぶりですね。それはそうとして、元ソマポソグムクイカンナム店にはジンも訪れたことがあるようです。2022年11月19日、お店のインスタにジンのサインがアップされました。ジンとジョングクが美味しい飲食店の情報交換しているところを想像するとほっこりしますね。韓国へ行った際にはぜひ訪れてみたいお店です。ユジョン食堂、バンタン食堂。次にご紹介するのは、ソウルの人気ショッピングストリートカロスキル近くの路地裏にあるバンタン食堂ことユジョン食堂。練習生時代、このお店が入っている建物の地下に練習室があったことから、メンバーたちが毎日のように訪れていたお店として知られています。なんと、多い時には朝昼晩の3回食べに来ていたそうです。これはもうユジョン食堂のご飯が当時の7人の胃袋を満たしてきたと言っても過言ではないでしょう。お店はバンタン食堂と呼ばれているだけあって BTS 一色。店先から BTS のポスターが何枚も貼られています。店内はメンバーたちのサインが飾られているはもちろんのこと、世界中のアーミーが持ち込んだとされる BTS グッズがいっぱい。壁や天井など至る所が埋め尽くされています。アーミーにとってこの光景は眼福でしかありません。なお、2019年に座席が座敷からテーブル席に変わっています。メンバーたちと同じように座敷に座ることができなくなったのは少しだけ残念ですね。けれど、天板はそのまま以前のものが使用されているようです。メンバーたちがいつも座っていた場所のテーブルには目印として各席に7人それぞれのシールが貼られています。彼らの定位置はホールクロックの前の席です。ここに案内された人はめちゃくちゃラッキーですよね。メンバーたちが好んで注文していたという黒豚石焼きビビンバ、通称バンタンビビンバは同店の人気メニューの一つです。
2013年に放送された新人王防弾少年団に、ユジョン食堂でバンタンビビンバなどを美味しそうに食べる7人の姿が、この時の彼らと同じように、お店を訪れた際にはバンタンビビンバを食べることをお勧めします。ナジチプ。ナジチプは、ハンナムドンにある高級焼肉店です。2022年3月10日、12日、13日に開催されたパーミッション・トゥ・ダンス・オン・ステージのソウル公演の最終日の翌日、ジミンとジョングクが数人の友達と一緒にナジチプを訪れたことがアーミーたちの間で話題になりました。2人が食べたメニューをお店の方に確認したアーミーによりますと、ジミンとジョングクは牛カルビとヤンポックンパを食べていたそう。どちらも想像するだけで美味しそうです。タイミングが良ければジミンとジョングクが座った席を撮影できるようなので、空いている時を見計らってお店の方に聞いてみましょう。ヨンムンガク。ジミンが子供の頃から通っていたヨンムンガクは、釜山にある韓国式中華料理店です。2022年1月、ジミンは家族と一緒に同店を訪れました。お店の方によりますと、昔のことを思い出してジャジャン麺が食べたくなったからと突然やってきたそうです。そしてこの時ジミンがお店宛てに書いたサインが SNS で拡散され、ジミンペンを中心とした多くのアーミーが次々と訪れるように、サインには長い間同じ場所で僕の思い出を守ってくださり本当にありがとうございますという感謝の言葉が添えられています。このお店はジミンにとって本当に大切な場所なのでしょうね。ジミンが1月に訪れた時に座った席、通称ジミン席にはサインやポスター、たくさんの写真などが飾られています。ジミン席はアーミーが案を出したことで作られたそうですよ。ヨンムンガクのおすすめメニューは、ジャジャン麺、タンスユク、マンドゥがセットになったジミンセット。大抵のアーミーは、このセットメニューを注文しているようです。ジミンが食べたものと同じものを食べて、心もお腹もハッピーに。また、ヨンムンガクに行ったことのあるアーミーたちが、口を揃えて言うのは、お店の人の対応がとても優しいということ。お客さんである地元のおじさんやおばさんも笑顔でアーミーを見ているのだとか。ジミンが釜山の人たちに愛されている証拠ですね。ドンチョンホン木トン店。ジョングクの入学式と卒業式の後に7人で訪れた中華料理店ドンチョンホン。このお店はアックジョン店やノンヒョン店などいくつかの店舗がありますが、BTS が訪れたのはドンチョンホン木トン店です。卒業式の日に訪れた際、メンバーたちはジャジャン麺やユサンスル、カンプンギなどたくさんの料理を食べていました。なお、この日のお会計はジョングクがお支払い。金額は9万円だったそうです。価格は少々お高めですが、ジョングクの入学と卒業をお祝いする特別な日にメンバーたちが訪れたお店なので、BTS の聖地巡りにはぴったりだと思います。ちなみに、お店の方に BTS のファンですと伝えると、誰も使っていない時であれば、メンバーたちが使用した個室を撮影させてもらえるそうですよ。ドミンス、2020年1月23日閉店。K-POP ファンの間であまりにも有名なカフェ、ドミンス。残念ながら、2020年1月に閉店してしまいましたが、BTS をはじめとするたくさんの K-POP アーティストたちに愛されていたお店なので紹介させてください。アックジョンロデオ通りから一本入った道にあったドミンスは 2AM のチャンミンが経営していたお店で、BTS のメンバーが頻繁に通っていたお気に入りのカフェでした。チャンミンのご両親の優しい接客やドリンクメニューのエイドが美味しいと評判のカフェだったので、
ファンの中には、韓国に行ったら必ず訪れていたという人も、このような素敵なお店が閉店してしまったのは本当に残念ですね。ドミンスの閉店を知った人たちからは、渡韓したらまた行きたかった。言語の壁は、あるものの店主がわかり、安い韓国語で話しかけてくれて、とても温かいお店だった。ドリンク美味しかったのに残念すぎるなど、たくさんの悲しみの声が溢れていました。閉店の日、最後の挨拶を述べたジャンミンのツイートには、早いうちに新しい姿で会えるように頑張りますと書かれていたので、またいつか新しいお店をオープンしてくれたら嬉しいですね。まとめ。今回は BTS のメンバーが訪れたことのあるレストランやカフェの中から、カンソマポソグムクイ、カンナム店、ユジョン食堂、ナジチプ、ヨンムンガク、ドンチョンホン、モクトン店、ドミンスの6店舗をご紹介しました。閉店してしまったドミンスには、もう行くことはできませんが、他の5店舗は聖地巡りできるので、渡韓した際に訪れてみてはいかがでしょうか。